はい、適当スイング。今日はこれですね。前回の紹介でちょっと出てきたんですけど、スクリューポンチってやつですね。こうやって押すと回転しながら、刃先が回転しながら生地や紙に穴を開けてくれる、優れものなんですよね。で、これを使う道が他にも結構あるんで紹介してみようと思います。はい。これ前回のおさらいで、このダーツの先とか印したいところにこうやると穴が開いてくれるっていう原理でやってました。それ生地にも応用して、こういう内具とか、これバネホックボタンとか言うんですけど、パッチンのボタンですね。そういうのの穴開けとかにも使えるんで紹介していこうと思います。で、僕これの回らないバージョン持ってないんですけど、要は簡単に言ったらこういう感じですよね。こう手でこうやって穴を開けるタイプのものあると思います。それとこれ何が違くて何がいいんかっていうのも紹介してみようと思います。はい。で、今回使うのはこの結構分厚めの、分厚いまではいかないけどコーデュロイ生地なんで、結構厚みがありますね。これを4枚重ねにしてこれつけてみようかなって思います。で、まず穴開けるんですけど、こうっすね。で、こうやると先っちょが回ってくれるんで、回転しながら穴を開けるっていう感じですね。じゃあちょっとやってみます。何回かやるとこうやって簡単に穴が開くんですよね。見えますか？向こう側が見えますよね。で、これで、裏も見て、ここですね。綺麗に開いてますよね。これ何がすごいかっていうと、普通にこの回転しないやつでこうやって手で開けると返りっていうのが出てくるんですよね。返りって何かっていうと、こう穴があって、穴開けて、こう穴開けるじゃないですか。で、穴開けると生地に厚みがあったりするとこういう風に開くんですよね、穴が。返りってもう名前の通りなんですけど、生地の返りとかその布の厚みの返り、こう穴開けてこう先っちょが出るんですよね。こっちからこう力を入れて、こういうことですよね。グリグリってやったら、これの場合は回転しながら回ってくれるんで、パワーが強くて返りが出ないで、こういう綺麗な厚みがあってももうそのまままっすぐな穴がこうやって開けることができるんですけど、これの回転しないバージョンで手で頑張ってやると、こんな分厚い生地とかは返りが出てしまうんですよね。だからここにこういう穴を開けるとこういう原理になってきますね。簡単に言ったらボソボソになるというか、こっち側にパワーがかかるんで返りって言って生地のボソが出て、これもつける時に厚みとかになって、なんて言うんだろう、こういうのを機械とかハンドプレス機でガチャンってつけるなら多少のこれは気にせんでええんですけど、手でハンマーでこういう木槌と打ち台を使ってやる場合はどうしても人力の手で、パワーが不均等に伝わったりするんで、こういう返りが発生しちゃうとここにどんどん厚みが増してきて、その金属をつけた時に、最悪ちゃんと固定されてないと使ってる途中で簡単に外れてしまったりするんですよね。で、そういうのを防止っていうか、綺麗に開くことで防ぎやすいですね。こんな綺麗に開きますよ。ほら、多分これ自分で経験あって、これの回んないやつでこうやってグリグリやった人は分かると思うんですけど、こうグネッとなるじゃないですか。それがなんないでこうやって綺麗に開けられるんで、内具も簡単に取り付けやすいという感じです。じゃあちょっとつけてみましょうか、1個適当に。
金はあまり使わなそうなんで、4枚は厚くてできなかったんで2枚でやります。穴開けて、ここにこういうタイプですね。今回はこういう凸と凸をつけるタイプ。まあ合うところで適当でいいんですけど、でこういうタイプを、はい、でこうつきますと。でこの時こうやって剥がれてこんように、大丈夫そうですね。ちょっとビリッつったけど。でもう一個はこのメスとメス、はい、でこうか、これ合わせて、で適当に引いて、でこの先っちょの先でこの穴を潰す。はい、でパッチンって感じですね。はい、まあ一応取れない確認して、でこことここ、はい、ついた。こういう感じです。でまあ2枚になったんですけど、こういうさっき言った帰りっていうのが起きないで、こういう風に使えたりもします。はい、今日なんか失敗した感半端ないんですけど、ご視聴ありがとうございました。